皆さんこんにちは、ルークです。今回の動画は海外勢の方から DM が届いていたので国際交流できればいいなと思っています。それではやり取りを見ていきましょう。 DM を確認するとね、僕のプレイスタイルを完全に否定するメッセージが届いていました。動画を見たけど退屈だ、2025年にもなってポゼッションかと送られてきていて、さらに臆病者の死んだ戦術だ、お前はビビってると言いたい放題ですね。とりあえず挨拶としてメッセージありがとう、どこの国の方ですかと返信しました。そしたらね、なんでだよビビったかと煽りつつも、俺はイタリア出身だと教えてくれました。カルチョの国だ、ワールドカップ優勝4回、お前らにわかるか。このようにね、イタリアの歴史的偉業を並べてマウントを取ってきましたね。他にもメッセージが届いていて、俺たちは呼吸するように戦術を理解してる、世界に守備を教えたのは俺たちだ、お前ら日本人には何もない、アニメだけ見てろと言われてますね。さらにメッセージが届いていて、ここではサッカーは宗教だ、お前らはロボットみたいにプレイするだけ、俺たちは情熱でプレイする、日本人のプレイスタイルを機械的だと批判してますね。イタリアといえば鉄壁の守備カテナチョが有名なんですけど、この方の性格はかなり攻撃的ですね。僕は以前イタリアの方と対戦したことがあるので、少し揺さぶりをかけてみようと思います。それはすごいね、この前もイタリア人と対戦したよ、彼もかなりユニークな人だったよと送りました。そのメッセージに対しては、俺に話しかけるな、うぞうむぞうと一緒にするな、お前にその価値はないと激怒されましたね。さらにメッセージが届いていて、日本サーバーはイージーモードだろう、ボットだらけじゃないか、お前らは弱いと日本サーバー全体をバカにされていて、パスばっかりで攻撃力がない、スキルもないヨーロッパのサーバーに来いよ、お前みたいなネズミは駆除してやるよと言われてますね。ここまでのメッセージを見る限り、日本サーバー全体をバカにされてしまっているので、日本のプレイヤーは本当にうまいよ、なぜなら僕が日本で一番弱いからね、対戦しないと誘ってみました。そしたら時間の無駄、農民と試合するようなもんだ、このように断られそうになったんですけど、楽なお金稼ぎ、俺が勝ったらペイパルで1000ドルをくれよ、恥かかせてやるからな、格の違いを見せてやるよとお金をかけた試合を提案されましたね。僕はいい提案だねと返して、もし僕が勝ったらどうすると聞いてみたら、不可能と鼻で笑われて、もしお前が勝ったら5000ドルやるよ、それでアカウント削除してやる、これで満足かと送られてきました。かなり極端な条件を出されたし、お互いにお金をかけるのは賭博になるので、お金はいらないよ、アカウントも消さないでね、ただいい試合をしようと送りました。でも相手は、黙れ、成人ぶんなよ、つまんねえやつ、早くしろ雑魚、遅延行為すんなよ、隠れてないで出てこいと戦闘態勢に入ってますね。早速試合をしていこうと思うんですけど、彼がオワコンと言っているポゼッションと理不尽なクロスゲーを織り交ぜて日本の強さを証明していこうと思います。それではスカットと人選解説を見ていきましょう。今回使用するスカットはこちらです。僕がイーフトを始めた時から愛用している原点にして頂点の4123ポゼッションです。最新の解説動画を出してほしいという視聴者の方のコメントもあったし、この動画で解説しようと思います。昨日のガチャで登場したヤンコレルとベッカムを大活躍させるフォーメーションになりますね。クロスゲーのリンクアップを所持しているクーマン監督も一緒に登場したんですけど、その監督は使わないです。理由としてはリンクアップを使わなくてもクロスゲーはできるし、他の武器を用意するためにペップ監督を使った方が強いからです。ペップ監督のリンクアップはウィングのチャンスメーカーがボール持つことによって逆サイドの攻撃的サイドバックが裏抜けを狙ってくれるんですよね。あえてペップ監督を使うことでこの戦術が生きてきます。それでこの僕のスカットを見た瞬間に、この人はクロスゲーしてくるなって1億人いたら1億人がそう思いますよね。クロスゲーしてくると相手の方が思ってくれたらウィングにハードマークを設定してくることが多いです。相手がこの対策をしてくれるとニヤニヤが止まらなくなりますね。そのペップ監督のリンクアップで僕の右サイドの選手が生きるし、左サイドバックのインナーラップが大活躍してくれます。人選解説をしていくと、ゴールキーパーの人選はノイヤーを持ってる方はノイヤーを使ってください。裏のスペースを守ってくれるし、キックの精度が神なので、この戦術には絶対必要な選手です。もしノイヤーを持ってない方は好きな選手を使ってください。僕的には攻撃的ゴールキーパーを推奨します。センターバックの人選は守備力とスピード重視で選びましょう。僕はファンダイク、リディガー、デヨング、コナテを使ってますね。サイドバックの人選はどちらかをインナーラップでどちらかを攻撃的サイドバックにしてください。これはリンクアップを活用したいので、ウィングの選手に誰を配置するかで決めてほしいですね。今回の僕のスカットに関しては左がインナーラップで右が攻撃的サイドバックですね。 DMF の人選はプレーメーカーですね。パス能力と守備能力がある選手を配置してほしいなと思います。シャビアロンソ、アルベルティーニ、ピルロ、ロドリがおすすめですね。個人的にはキミッヒ、デヨング、フェンベルフ、ジャカを愛用しています。 CMF の人選について話します。僕はいつも OMF に設定してるんですけど、多くの方に紹介する立場になるので、守備を安定させるなら CMF の方がいいです。守備が得意な方は OMF でも大丈夫です。選手の選び方については、パス
とドリブルが上手くて多少守備ができるようなシャビみたいな選手を配置して、もう片方はブリッツカーブを持っていたりサイドチェンジできたりドリブルもできるけどパスが異常に上手い選手を推奨したいですね。中村俊輔、ブリッツ・フォーデン、ブリッツ・メッシ、ブライム・ディアス、ラファ・シューバーを使うことが僕は多いです。この中盤の選手たちにはサイドチェンジの役目があるので、バックスピンロブと低弾道ロブの両方はスキル追加でつけてほしいです。ダブルタッチ、スルーパス、ワンタッチパス、アウトスピンキックも可能ならつけてください。ウイングの陣線は片方がチャンスメーカーでもう片方は何でもいいです。一番おすすめなのはウイングストライカーですけど、インサイドレシーバー以外なら誰でも使えるというのが本音です。今回のベッカムにはつけてないけどダブルタッチをつけるとか、皆さんのプレースタイルに合わせてスキル追加をしてほしいです。ちなみにチャンスメーカーにはバックスピンロブと低弾道ロブの両方をつけてください。ペップ監督のリンクアップを使うなら絶対必要になるので忘れないでほしいです。僕のベイルにはしっかりつけてます。このベイルを持ってない方は僕が愛用してる結構前のグティとか髪の子メッシュを使ったりブライムディアスを推奨したいですね。ドリブルとパスの両方が上手い選手を選んでほしいなと思います。最後の CF の陣線は誰を選んでもいいです。理不尽なクロスゲーをしたいなとか相手にクロスゲーすると思わせたい方はヘディングが強いヤンコレルを配置すればいいと思うし、足元でためを作ってほしいとかドリブルしたいと思う方は技巧派の選手たちを使ってほしいですね。ここは皆さんのスタイルと考え方で変わるので自分だけのオリジナルを表現してほしいなと思います。自分のスタイルなんて全くわからない方はラインブレイカーを使ってみたりリンクフォワードを試してみたりボックスストライカーを選んでみたりいろいろ試してほしいですね。正解はないので自由に楽しみましょう。今回のスカットはイタリア人の方に日本最弱の実力を見せないといけないので最新ヤンコレルを起用していきます。一応選手指示も公開するんですけど守備が苦手な方は僕の真似をしないでください。両方のサイドバックをオフェンシブに設定してます。あとはヤンコレルとベッカムにカウンターターゲットを設定してますね。守備に関しては本当に大変なんですけどサイドバックをオフェンシブにすることで相手の守備陣形を簡単に崩せるのでおすすめです。まあ僕の戦い方を見てほしいですね。この動画の注目ポイントとしては僕のポゼッションと崩し方、サイドチェンジの場所とタイミング、インナーラップの活用方法、リンクアップの使い方、ハードマークの回避の方法、ヤンコレルのヘディング、この6個の項目に注目してみてください。自分だったらここにパス出してたとか自分だったらどうするかを考えながら見てほしいなと思いますね。僕も皆さんの感覚に触れることで勉強になるのでここの場面で自分だったらこうしてたとかコメント欄で教えてほしいです。楽しみに待ってます。それではイタリア人の方と対戦していきましょう。相手のスカットはこんな感じですね。カンナバーロが楽しみです。勝ちましょう。カウンターです。絶対ここに出す。オフサイド。待って、うますぎ。今の裏抜けはうまかった。やられましたね。オフサイドだと思ってカーソル変えた瞬間にやられましたね。見事でした。落ち着いて同点にしたいですね。縦で出して落としていいんじゃない？中村俊輔に上げて折り返し。いいね、相手の守備。縦出したいね。そのまま上げてみよう。ヤンコレル。インパクトじゃない方がいいかもね、やっぱり。普通に上げればよかった。ナイス。ワンツー。ベール走って。ちょんって上げて。いやー、取りたいね。ナイスシャビ。前向いて、パス交換したい。縦を入れたいからね。縦入れよう。落として左。オフサイドかな？オフサイドっぽい。オフサイドか。拾いたいね。ナイスシャビ。シャビっていいとこいるよね。右空いてる。右が空いてます。クロス上げます。ヤンコレル。負けた。いいよ、アフターでしょ。今のやばくない？いい人にはアフターという概念がないからファウルにならないんだけど、今のやばいでしょ。決めてほしいな、ヤンコレル。入らないか。入った。オウンゴール。全然嬉しくないんだけど。ナイス、ファンダイク。右に出してハードマークしてるから足元に出してください。皆さん大事ですからね。これサイドチェンジもサイドバックに出しましょう。これ大事。サイドバックに出すことで食いつきます。これはベールに戻してクロス上げましょう。ヤンコレールに合わせたい。ファーサイド。ニアの方が良かったか。守備陣いいね。頑張るね。中村俊輔にスルーパス。ヤンコレールとパス交換して走らせたい。裏に出したい。中村俊輔のうまさ。決めたい。それ決めないのか。ビルドアップを見せたいけどね。横でパス交換して縦入れるんですよ。鉄則です。ポゼッションの。相手のラインが下がりますからね。
決めてほしい。ラグいい。何が起こった？ PK。マリーシアつけててよかった。僕の PK はね、だいたい左なので、左に蹴ります。いいね、逆転です。いい守備。あと1点欲しいよね。ハードマークしてますね、ちゃんと。いいね。ベッカムで縦行ってそのまま上げましょう。ヤンコレルに。決めてほしいな。いいね、かっこいい。前半はね、失点しちゃったけど、それ以降は完璧な試合運びですね。後半も頑張りましょう。後半戦をね、頑張ろうと思ったんですけど、切断されてしまいました。とても悲しいです。DM 行ってきます。すでに相手の方からメッセージが届いていて、おい、ふざけるな。エフェクトだろこれ。完全に仕組まれた試合だ。俺の選手を見ろよ。泥の中にいるみたいに動かない。コナミのハンデが異常すぎる。このように嘆いていますね。僕は礼儀としていい試合だったね。守備は硬かったよ。さすがイタリア人だね。と褒めたんですけど、黙れ、バカにしてんのか。ゲームがお前を勝たせようとしてるんだよ。これがエフェクトってやつだ。お前みたいな弱者を救済してるだけだ。このようにメッセージで送られてきてますね。他にもメッセージが届いていて、このイカサマ日本人ネズミ。あとコレルってなんだよ。壊れたゴミゲーかよ。あいつを見ろよ。でかすぎて違法レベルだろう。ずっとヤンコレールの身長に文句を言ってますね。確かに理不尽かもしれないけど、これがヤンコレールの特徴なので仕方ないですよね。彼は世界最高のストライカーだよ。ただの能力値だよと送ったんですけど、能力値じゃねえよ。お前が使ってるのはバグだ。棒立ちでファンダイクとカンナバールに競り勝ったぞ。俺のセンターバックはレジェンドだぞ。なのにあの街灯に負けたんだ。このようにね、ヤンコレールを街灯呼ばわりしてますね。エフェクトエフェクトエフェクト。コナミはお前ら日本人チーターが大好きなんだな。ベッカムのクロスもズルじゃないか。ボタンを押すだけでゴールかよ。脳みそいらねえな。お前は人間のクズだ。このように罵詈雑言の嵐ですね。ベッカムはパス数値99だよ。なんで彼をマークしなかったのと送ってみたら、マークしたわ。見えない壁に邪魔された。このゲームはガンだ。お前もガンだ。クロスクロスクロスだけ。まともなゴール決めてみるよ、ポット野郎が。ああ、無理かって言われてますね。クロスが来るって分かってるなら止められるはずだよ。もう一回やりますかと提案したら、今すぐリベンジ、不具合を使うなよ。人間らしくプレイしようと言われたので、2試合目を戦っていきましょう。リンクアップとインナーラップの強さを皆さんに見せたいんですよね。サイドチェンジします。サイドバックに。ハードマークしてるから足元に出して中盤使って走ってカンセロ。インナーラップ。ここ開くんですよ。ハードマークしてるとね。いいね、ヤンコレル。強い。ボール欲しいな、早く。リンクアップを見せたいんですよ。ナイス。ベイルに出してリンクアップ使いたい。サイドバック上がってくるまで待ちましょう。走ってきた。走ってきました。あ、ちょっとミスっちゃったな。今のなしで。ベッカムで上げます。もっといいシーン見せたいんですよ。いいね。理不尽だね。リンクアップの成功例を見せたいんですよね。うまいね、そこに出すの。ナイス。右出して。ベッカムの足元に入れてから剥がすんですよ。ハードマークの回避方法です。上げます、クロス。決めていいよ。外すか。リンクアップを見せます、皆さんに。ベールに預けて、サイドバックが上がってくるのを待てば、あ、いいね、いい位置にいる。サイドバック。来た。ちょっと長い。なんで撮影してる時ってミスるんだろうね。リンクアップ、リベンジします。ベールに預けて、待つんですよ、サイドバックの上がりを。レーダー見てください、皆さん。走ってるでしょ。来た。待ってよ、伸びすぎ。困るね。アーノルド連れてくればよかった。大丈夫、やめてください。この少しのラグがね、ポゼッションのサッカーを苦しめるんですよ。縦切りたい。いいね。ロドリ。ナイス。左の縦に出したいけど、逆に持っていきますか。リュディガーに出します。サイド出して、中村俊輔、走って。いいね。ワンツー。ポケット使いたい。いいね。上げます。無理か。無理だったか。いいね、ロドリ。いいとこいる。いつもいいとこいるね。ちょっと時間作ります、中盤で。落として縦。いいね。ワンツー。右に出したいな。上げます。ヤンコレル頼む。いいね、ナイスキーパー。でも回収できます。ポゼッションの強みです。サイド出して、もう一回ベッカム。無理してあげます。ヤンコレル頼む。強すぎ。理不尽すぎる。
相手の方、切断しないといいけどね。ナイスカンセロ。ラグイ。ラグイね、戻しますか、下。ちょっと、重いので。ゆっくりパス回しますか。リュディガーあたりに出します。右サイドに出したいけど、ハードマークやめた方がいいですよね、相手の方。スカスカですよ。裏抜けして、ヤンコレールにフライパスで、決まりますよ、これ。ですよね。ノイアーの強さをね、皆さんに見せたいです。キックが綺麗なんですよ。サイドバックに出せばドフリーです。相手ミスってしまいましたね、守備。上げます。クロス上げます。素晴らしいね、ヤンコレール。本日2度目の切断となりました。とりあえず DM 行ってきます。すでに相手の方からメッセージが届いてますね。マジで言ってるのか、お前の選手バグってるだろう、お前の右サイドバック見ろよ、なんでエムバペより速いんだよ、このように驚愕してますね。僕もメッセージを送ろうと思うんですけど、攻撃的サイドバックの指示を入れてるからね、彼も攻撃に参加するんだよと説明しました。それでもイタリア人の方は普通じゃねえよ、走りすぎだろ、90分間フルスプリントかよ、無限スタミナチートだ、絶対改造してる、不快なチーターは通報した。このようにチーター認定されてしまいましたね。ペップ監督のリンクアップが強すぎるだけだよ、君はハードマークをしすぎたんじゃない？このようにアドバイスしたら、あいつにピンポイントでハードマーク使ったわ。でもなんでフリーなんだよ。説明しろよ、コナミとコナミに切れてますね。フォーメーションのミスマッチで AI が混乱したのかなと送ってみたら、日本でのハードマークは自由に走らせるって意味なのか。俺のディフェンダーがあいつから逃げてたぞ。戦術的には俺が全部正しかった。ただエフェクトがお前に負けるように仕組んだだけ。このように送られてきてますね。メッセージの内容を見ている限り、イタリア人の方は不完全燃焼に見えるので、次の試合で証明してよ、君の本当の強さをと送ったら、いいよ、あと1回だけだ。よく聞けネズミ野郎。お前のやり方は全部分かった。お前は一つのことしかできない。お前のパターンはダウンロード完了した。このように言われてます。僕は本当とメッセージを返したら、そうだね、もう一回クロス上げてみるよ。マジでやってみろ。腰抜けが。コレルの足をへし折ってやる。ベッカムをポケットにしまってやるよ。ヘディングじゃ二度と勝たせない。準備は万端と意気込んでますね。僕もベストを尽くすよと送ったので、3試合目を戦っていきましょう。大丈夫かな？事故です。事故で決めても面白くないので、僕はいつも下げてます。左サイドから崩したいね。縦行きたいのでワンツーします。ターンしてヤンコレルに上げてニア。ナイスキーパー。これチャンスだね。ベッカムでクロス上げたら1点取れそう。フリーだし。すごいね。打点高かったね。そろそろベイルで縦突破したい。いいね。リンクアップを見せてるから縦警戒がね甘くなるんですよ。上げますよ、ヤンコレル。すごいね、本当に。リュディがいけ。ナイス。いいね、プレス指示。サイドバック上がってきて。いいね、上がってるよ。決めようか、自分で。アーノルド連れてくればよかったな。なんかね、ハードマークしなくなったんですよ、相手の方。左サイドがドフリーです。普通にクロス上げます。いいね。ハードマークしなくなったらしなくなったで楽ですね、攻撃が。インナーラップ使います。インナーラップ強くないですか皆さん。みんなも使ってほしい。ノイヤーから左崩します。インナーラップが走ってくれるんですよ。いいね。ベールに戻してクロス上げます。ヤンコレルさんファーサイド。いやアーノルド連れてくればよかったな。コーナーからベッカムで上げてみます。ヤンコレル頑張ったね、相手のセンターバック拾って縦パス入れたい。最後終わりましたね。終わってしまいました。全体的に内容が良かったし、切断されなくて安心しましたね。 DM 行ってきます。まだ相手の方からメッセージが来てないので、いい試合だったね、君の情熱は素晴らしいよと送ったら、イタリア人の方から KYS と送られてきましたね。直訳すると死ねという意味です。直球すぎる暴言ですね。僕のスカットと戦術が強すぎたので、僕のフォーメーションが強すぎただけだよ。君が弱いわけじゃないと思う。ポゼッションも意外と強いでしょと送りました。相手のイタリア人の方からすぐに返信が来て、黙れこのゴミ人間がスパムの犬。3試合とも同じことしかしないじゃないか。クロスのサルプレイかよ。創造性ゼロ、魂ゼロと言われ
れてますね。準備はできてたんだよ、チーターが。完璧にマークしてた。お前より先にジャンプボタンを押したんだよ。でもエフェクトがお前にボールを与えた。全部運だ。こぼれ球が毎回お前のところに行ってた。黄色の猿のために操作されたゲーム。このように差別的な発言も出てきましたね。このイタリア人が言ってるように、僕は人生において運がいいので、僕はいつだって運がいいからねと返したら、その余裕の顔をやめろ。お前のスキルはマイナス。俺にエフェクトがあれば10対0で勝ってた。お前はこの界隈のガンだ。動きの読めるボット。アカウントバンされろ。このようにメッセージが止まらないですね。僕は弱かったですかと聞いてみたら、お前はゴミだ。ネズミみたいに壊れた仕様に頼ってるだけだ。コレルがいなきゃお前は何もないと言われてますね。ここで急にイタリア人の方がメッセージを送ってきました。やっぱり待ってくれ。このままじゃ終われない。農民に負けたままにはいかない。俺のプライドが許さないと言い出してますね。そしてラスト1試合戦おうと言ってきて、まだやりたいのと聞いたら、お前が運だけのゴミだと証明するために戦う。俺が勝ったら1万ドル払え。現金だぞ。側近で振り込め。怖いかと送ってきてますね。1万ドルというのは今の日本円で150万くらいなんですけど、なかなかの大金をかけてきましたね。1試合のいい人と考えたら笑える金額なんですけど、いいよ、君の本当の強さを見てみよう。このようにメッセージしてみました。相手のイタリア人の方からは、俺が全部もらうイタリアのためにくたばれと言い残してますね。それでは最後の試合を戦おうと思うんですけど、実力の差を痛感させるために、ゼロトップサイドアタックで戦おうかなと思います。それでは最後の試合を戦っていきましょう。